こんにちは、ほずくです。今回は江ノ島島に住む都名、らっきょう、サブ住民の3人のお家をリフォームしていきます。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速作っていきます。どうぞ。まず1人目はネズミの里に住むとめちゃんのお家からです。で、とめちゃんはこのエリアの島公家動画でもお話ししたように秘書をやってくれているので、お家は何かお店を作るわけではなく普通に自宅として作っていきます。では初期の家具は片付けて、とめちゃんには割烹着に着替えてもらいます。で、最初に壁床をまず決めていくんですけど、とめちゃんの家が建っているエリアは青色をポイントで入れているんで、お家の中も青色を取り入れていきたいと思います。なので壁はブルーのモロッカンの塗り壁にして、自宅なので床は畳にしておきます。で、この壁紙を貼ると窓がなくなるので、アクセントウォールに光苔の森の壁を使って後で窓を作ろうかと思います。で、エントランスはそのまま、ライトは黄色で暗めにしておきます。で、環境音は海が近いので海にしておきます。では間取りを決めていきます。間取りはまず最初にも言ってたように窓を作りたいなと思うんですけど、壁一面を窓にするわけじゃなくて一部分だけ窓にしようかなと思うので、仕切り壁で一部を隠して、で、奥のこの2畳分の畳の上は廊下にしようかなと思うので、ダークウッドのフロアシートを敷いていきます。で、この壁を置いた反対側の右側は階段を作りたいなと思うので、まず大理石の柱で壁を作って、この大理石の柱の壁の前に階段を設置します。で、階段はこうやって壁にくっつけるのではなくて、ちょっと飛び出して手前側から見えるようにしたいなと思うので、このぐらい前に出して後ろは柱で埋めておきます。で、さらにその手前に仕切り壁を設置しておきます。で、手前の畳と奥の廊下の空間がもう少しはっきり分かれているようにしたいなと思うので、廊下と畳の境目に木製の柱を設置しておきます。で、余った壁のところに窓を作ろうかなと思うんですけど、ちょっと1個柱が多いんで消して、実光ウォールステッカーで窓を作っていきます。で、一番上まで窓にしてもいいかなとは思うんですけど、とめちゃんの身長が低いのもあって、なるべく天井の高さが目立たないようにしたいので、透過されていない前デザインを貼って壁を作っておきます。はい、ということで前から見るとこんな感じになりました。で、このまま廊下の部分も完成まで持っていきたいなと思うので、この仕切り壁の前に他の部屋につながっているように見えるドアを作ります。まず柱を仕切り壁の両端に設置して、その間にシンプルなパネルを設置しておきます。で、ここはもう家具も置けないので柱を置いて埋めておきます。で、さらに天井には縦長のレーンを設置して、奥行きプラスさっき作った入り口をもう少しリアルに見えるようにしました。ということで奥の空間は完成です。次は畳の上の空間を埋めていきます。まず畳と相性がいいのと、より自宅っぽく見えるかなと思うので、この仕切り壁の前に床の間を置いておきます。で、あとは動線を考えながら生活に必要そうな家具を追加していきます。まず実際には島のお家で寝てはくれないんですけど、生活するにはベッドも必要かなと思うので、この右手前に畳のベッドを置いておきます。ちなみにこの階段と色を合わせて色のバランスをとっておきました。ってなると、こっち側にも同じライトブラウンの家具が欲しいなと思うので、和ダンスを追加しておきます。で、さらにもう一個タンスのような家具が欲しいなと思うんですけど、1マスで縦長のタンスがないので、
ギリギリこの時代でも合いそうな木製の物置を置いておきます。で次はこのまま行くと真ん中にテーブルかなと思うんですけど、今回はテーブルではなくて和といえばという感じのいろりを設置しておきます。でこの周りに椅子を置こうかなと思うんですけど、座布団か円座か座椅子かなと思ったんですけど、座布団か円座だととめちゃんが歩いてきてここに座ろうとした時にどうしてもこの向きでしか座ってくれないかなと思ったので、今回は座椅子にします。はい、座椅子だと背もたれがついてるので絶対こっちの向きから座ってもいろりの正面になってくれるので座椅子にしておきます。で、反対側にもあってもいいかなと思うので反対側にも追加しておきます。でしかも背もたれがついてるんで一見こっち側しか動けないスペースかなと思うかもしれないんですけど、こっちにも降りれるので一応十分なくらい動線は確保できてるかなと思います。ではもう少し空間を埋めていきます。まずベッドの横に小さなタンスがあってもいいかなと思ったのでシンプルなチェストを置いておきます。となるとこっちの角にもダークブラウン的な家具が欲しいかなと思うのでその色の家具を置いていくんですけど、とめちゃんが住んでいるエリアの島釘動画でもなんか琉球っぽい雰囲気に見えるなみたいな話をしてて、その琉球っぽい要素を部屋にも取り入れようかなと思うのでモロッカンなトレイテーブルを置いておきます。はい、どうでしょうか。壁自体もモロッカンなんですけど、さらにこういうモロッカン家具を1個置くことでなんか全体がそれっぽい雰囲気に見えるかなと思います。ではこれで大きい家具は置き終わったので次は小物や壁、天井に移っていくんですけど、その前になんかとめちゃんは手芸とかも好きそうだなっていうイメージがあるので椅子の下にすぐのラウンドラグを置いておきます。でまた小物に移る前にもう一個やっておきたいことがあるんですけど、窓の時でも天井までをなるべく高く見えないようにするために一番上だけ透過されていない前デザインに変えたんですけど、窓以外の部分もなるべく天井が高く見えないように工夫したいなと思うので、壁の一番上にドアでも使った障子の前デザインをぐるっと一周貼っていきます。はい、どうでしょうか。なんとなく天井が低く感じるようになったかなと思います。でしかも窓がない部屋でも開放的に見えるかなと思います。ではやっと次は小物に移っていきます。まずアクセントウォールや畳の緑に合わせて植物も置いていこうかなと思うので、トレイテーブルの上に竹のまりとこっちのタンスの上に松の盆栽を置いておきます。でいつもだったらこの和ダンスの上に1個家具を置いて小物はもう終わってたかと思うんですけど、最近なんか一周回って物量多めもハマってるので置けるとこ全部に小物を置いていこうかと思います。まずちょっとしたストーリー性も入れたいなと思うのでアーシンドの陶芸のファンということにして亀と大きな絵皿を置いておきます。で残りはあとここと床の間のこの右側が空いているんですけど、物量多めにするとはいえそれでもシンプルに見せたいなと思うのでこの部屋に馴染むようなディティールとか柄とかもシンプルな小物を置いていきます。まず床の間の右側にここを置いて、こっちの和ダンスの上には木製のオルゴールを置いておきます。音楽を流さずに置いたら木製のオルゴールは閉じて使えるのでオルゴールではなくて小物入れとして置いておきます。はい、ということで小物は全て置き終わりました。本当に私にしては珍しく小物が多めなんですけど、今まではどれだけ家具を使わずにいい感じに見せるかっていうのを心がけてたんですけど、最近は物をたくさん使ってどれだけシンプルに見せれるかっていうのにハマってます。ずーっと物量少なめシンプルでやってきたんで、昔から見てくれてる方は新鮮なんじゃないかなと思います。では次は天井に飾っていこうかなと思うんですけど、一ついい組み合わせを発見したのでぜひ見てみてほしいです。はいどうでしょうか。完璧にこの中華な照明の穴の中にこのいろりの筒の部分がぴったりはまってくれました。なんかもう最初からこういうセットなんじゃないかっていうぐらいすっごいぴったりです。
中華の照明じゃなくても提灯とか多分他のランプでもいけるんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてください。で、まだまだ天井にも家具を設置していきます。物量を多めにするポイントなんですけど、今ぐらいの物量よりも逆に壁にも天井にもちゃんと家具を増やした方がごちゃっとしないことに気づいたので、あえて家具をどんどん足していきます。まずでもう一個めちゃめちゃ可愛い組み合わせを見つけたので、先にそれをお見せします。この床の間なんですけど、まずこうやってランプを飾ると床の間の上に照明がついているように見せれるんですけど、今回はランプではなくてつぐし棚を使います。はい、どうでしょうか。そうするとこの床の間の上に家具が置かれているように見えるかなと思います。でプラス下に置いてある植物の配置のバランスも回収できてるかなと思います。でこれがさっきも言ったようにあえてごちゃごちゃさせるっていう意味でもこの家具を選んだんですけど、こっちにももう一個増やしてごちゃっとさせておきます。で意外なのがこれつぐし棚って洋風の家具だと思うんですけど、部屋の色味とかに合わせると意外と気にならないなと思ったので使ってみました。ということで天井はこれで飾り終わったので、次は壁を飾っていきます。はい、さっきも言ったように壁もごちゃごちゃっとさせていきたいのでオリエンタルな飾り棚を設置しておきます。なんかごちゃごちゃなポイントもう一個あるんですけど、思い切って物量を増やすのに加えて全体の色の統一感も持たせることも大事かなと思います。そうすることで物は多いけどまとまって見えるかなと思います。では残りも埋めていきます。ここはチックオールステッカーではなくてスマホのマイデザインからこのマイデザインをキャンバスとして飾りました。そうするとこっちがチックオールステッカーで飾った場合なんですけど、キャンバスだとマイデザイン周りに余白ができるのとこう横から見た時に立体感があるので、今回はこっちにしておきます。では次は反対側の壁を飾っていきます。ここはいつもやっているこのシンプルなチェストと合わせてシンプルなウォールシェルフを飾っておきます。でさらにこのお部屋に色味がぴったりな植物家具を見つけたのでベッドの上に配置しておきます。でもう空いているところはとことん埋めようかなと思うので壁掛けのキャンドルを配置しておきます。で次は入り口側の壁を飾ります。壁に貼ってあるメモっぽく見える色紙と表彰状を飾っておきます。で最後にメインの明かりは暗いままだけど全体的にもう少し明るくしたいなと思うので家具で隠れる位置にランプを配置してこれでとめちゃんのお家は完成です。2軒目はらっきょのお家を作っていきます。でらっきょは江ノ島島では町医者になってもらおうかなと思うんですけど、軽く調べたところ江戸時代ぐらい昔の時代には病院っていう病院がなかったらしくて、一応江戸時代が終わるぐらいにできたのはできたらしいんですけど、それでも身分の高い人しか利用できなかったみたいなので、そこは江ノ島では優しく庶民でも使えるようにしようかなと思います。ということで初期の家具は一旦片付けて、らっきょにはお医者さんっぽい格好になってもらいます。では最初は壁床から決めていきます。とめちゃんのお家と同じくらっきょも同じエリアに住んでいるので、らっきょのお家にも青を取り入れようかなと思うんですけど、今回は壁床では取り入れず家具で取り入れていこうかなと思うので、まずメインの壁はシックな茶室な壁にして、アクセントウォールはボロい土壁、床はよくある床板を使います。でエントランスはそのまま、窓はなし、ライトはオレンジの明かりで暗めにしておきます。で環境音は海が近いので海にしておきます。では間取りを決めていきます。病院といえばのスペースもいくつか作りたいなと思うんですけど、昔はお医者さんが薬も作っていたみたいなのでそのスペースも作ろうかなと思います。なので後ろ半分が受付と薬を作る場所、手前が診察をする場所にしようかなと思います。でとめちゃんのお家と同じようにこのお部屋から他のお部屋につながっているように見せたいなと思うので、まず
大理石の柱を置いて仕切り壁を置きます。で、さらに手前に柱を追加して、この柱の前にシンプルなパネルを使って扉を作ります。で、このままだと横から見た時に隙間が気になるので、柱を足してなじませておきます。で、この柱からつながるように受付も作ろうかなと思うので、仕切り壁と同じ幅に柱を置いて、間に仕切りカウンターを入れます。で、もう少し手前と奥で空間が分かれているように見せたいので、畳を敷いて、このマス目が合わないところにはフロアタイルを敷いておきます。はい、という感じで間取りが決まりました。では、後ろ側から家具を足していこうと思います。まず受付なんですけど、さらに受付の後ろにも部屋があるように見せたいので、カーテンのパーテーションを置いておきます。で、カウンターの後ろには座椅子を置いて、カウンターの上には和風な照明を設置しておきます。これで受付は完成しました。では次は受付の右側のスペースに薬を作る場所を作っていこうかなと思います。ちょうどフロアタイルになっているところに棚を並べていこうかなと思うので、薬品棚を置いて、その横に講演台を置いて、この上で作業ができるようにしておきます。で、さらに空間を分けるために木製のロッカーを畳の端っこに置いておきます。で、この薬品棚なんですけど、一応中に入っているものがトレイとか瓶とか現代っぽい小物が入っているので、なるべくもう少しなじませるために天井に縦長ののれんを配置して少し隠しておきます。ではこのまま薬を作るスペースを仕上げていきます。まずは小物を置いていこうかなと思うので、このテーブルの上に薬のことが書かれてそうな本を置いて、ロッカーの上には薬草とかが入ってそうな亀を置いておきます。次に壁を飾っていきます。まず薬品棚の上にオリエンタルな飾り棚を飾って、テーブルの上にはシンプルなウォールシェルフとキャンバスにした状態のマイデザインを飾っておきます。で、右側は薬のことが書かれてそうな額入りポスターを飾っておきます。次に天井を飾っていきます。手前にのれんがあっても隠れない提灯を飾っておきます。で、薬を作るスペースの天井をしっかり埋めたことで、受付側の天井が寂しく感じるようになってしまったので、吊るし棚を飾っておきます。はい、これで後ろのスペースが完成しました。次は手前側を埋めていきます。まずは右側を埋めていこうかなと思うんですけど、病院といえばベッドがあるかなと思うので、この右の角に畳のベッドを配置しておきます。で、さらにこのロッカーの手前にテーブルと椅子を置いて問診をする場所を作ります。で、テーブルの上に青色の小物を置こうかなと思ってたんですけど、病院っぽい小物がなかったので、色のバランスを優先してお香を置いておきます。では次は壁を飾ります。壁沿いに背の高い家具を置かなかった分、しっかり壁は埋めていこうかなと思うのと、プラス密度を出すために立体的な家具を飾りたいなと思うので、またオリエンタルな飾り棚を飾って、残りの部分は表彰状やポスター、キャンバスで埋めておきます。はい、これで診察スペースは完成しました。では次は左側を埋めていきます。もう病院に必要なスペースは作れてしまったので、ここはとりあえずこのお部屋の色味や雰囲気に合う家具で埋めていきます。まず書斎の机を置いて、その上には薬草が入ってそうな亀と、隣に玉の薬が入ってそうなガラスジャーを置くんですけど、玉の薬が私は嫌いなので、というか時代でも多分玉の薬ってないと思うんで、漢方ということにしておきます。粉の薬は飲めるんですけど、玉の薬は本当にこの年になってもずっと飲めなくて、玉の薬を飲みたくないから頑張って風邪をひかないようにしてます。てか昔の時代の方が私的には玉の薬が多分ないと思うんで合ってたかもしれないです。まあでも効力とかなんかめちゃめちゃまずそうな気もするんで、昔の薬ってって考えたら、いや今の方がいいのかもしれないけど、でもまずいのよりも玉の方が嫌なのでやっぱり昔の方が合ってるかもしれないです。はい、
でもう少し家具を足します。もう一個ぐらい手前に壺があってもいいかなと思うので、木製スツールを置いて、その上に亀を置いておきます。で全体の色のバランスを見た時に、ここにも青が欲しいなと思うので、使われてなさそうな座布団の山を置いておきます。で正面から見た時に、もう少し真ん中ら辺の空間を埋めたいので、受付前に行灯を置いておきます。では次は壁を飾っていきます。この壁も右側の壁と同じような飾り方でいいかなと思うので、同じように配置していきます。はい、ということでこんな感じになりました。次はまだ飾れてない入り口側の壁を飾ります。こっち側の壁はシンプルでいいかなと思うので、入り口の上にシンプルなウォールシェルフを3つ飾っておきます。で最後にとめちゃんに続いて、らっきょのお家もメインの明るさは変えずに、もう少し明るくしたいなと思うので、家具で隠れる場所にライトを配置したら、これでらっきょのお家は完成です。では最後は拳岬に住むサブ住民こぶしちゃんのお家を作っていきます。このエリアの島こぎ動画の時に、寺子屋にするか拳道場にするか拳団子屋さんにするか悩んでるって話をしたと思うんですけど、結局全部作ろうかと思います。っていうのも、真ん中と2階と地下で大きい部屋が3つあって全部作れちゃうなと思ったので、もう全部作ります。なんですけど、今回は真ん中のお部屋だけ作ろうかなと思います。でなんとなくお家を入ってすぐのお部屋が団子屋さんの方がいいかなと思ったので、今回は拳団子屋さんを作ります。では早速作っていくんですけど、まず最初は壁床を決めていきます。メインの壁は和風建築の壁にして、床は土の床、アクセントウォールにボロい土壁を使います。でエントランスはそのまま窓はなしにします。なんか最近窓なしにハマってるんですけど、多分スリーピートあたりからじわじわとハマりだして、今回の江ノコ島で完全にハマりました。っていうのも、実際に江戸時代を見たわけじゃないんで、どんな明るさだったかは知らないんですけど、窓がない方がその時代のイメージに近いなと思ったので、最近は窓なしで作ってます。ちょっと前までは自然光大好きって感じだったし、自然光じゃないと嫌だって感じだったんですけど、スリーピートと江ノコ島を作り始めて、その縛りがいい意味で緩くなりました。で明るさは白い光で少し暗め、環境音は海が近いので海にしておきます。では次は間取りを決めていきます。分け方的にはイートインスペースと持ち帰りもできた方がいいかなと思ったので、持ち帰りを待つスペースと厨房と奥の部屋につながる廊下的なものを作ろうかなと思います。なのでまずは従業員しか入れないスペース、廊下と厨房の部分を作っていきます。後ろのスペースにナチュラルなフローリングタイルを敷いて、この分の面積だけ従業員スペースにします。でこのフローリングタイルの境目に沿って柱と仕切り壁、またさらに柱で手前にもまた柱を置いて、これで厨房と奥の廊下のスペースに分けれました。ではこれで間取りが決まったので家具を置いていきます。まずは厨房から作っていこうかなと思うので、柱と柱の間に受付カウンターを2つ並べて、天井に縦長のレーンを配置します。で今一応こっち側からとこっち側からで中に入れるようになってるんですけど、右側だけに低いついたてを置いて、より従業員しか入れないですよっていう見た目にしておきます。では先にカウンターの上に小物を置いていきます。拳団子屋さんなので団子は必須かなと思うので、月見団子を置いておきます。でここで団子を作っている感じに見せたいので、餅つきセットを2つ並べておきます。でさらに餅つきセットと団子の色味に合う調理器具としてせいろを置いておきます。
で次は正面から見た時に廊下の部分にも少し何か飾っていた方がいいかなと思うので、より従業員スペースっぽくほうきとちりとりを設置しておきます。はい、これで従業員スペースは完成しました。では次は奥のスペースを埋めていきます。せっかくこの形にしたので、さらに奥に進めそうな感じにしようかなと思います。なので実行ルステッカーでドアを作って、よりドアっぽく見えるように上に看板を飾っておきます。はい、これで 8×8 よりも広く感じるようになったかなと思います。ではこのままドアの前に家具を置いていきます。ドアの前は持ち帰り用のお団子を待つスペースにしようかなと思うので、ベンチを2つ並べて、片方のベンチに湯飲みを置いて、これで奥のスペースは完成です。では次は手前のスペースにイートインスペースを作っていきます。なるべく入り口前が余らないような形にしたいなと思うので、受付カウンターにくっつくように一枚板のテーブルを配置して、その周りに椅子を置いていきます。で天井には和風な照明を配置しておきます。で次はテーブルの上に小物を置いていこうかなと思うんですけど、団子の家具がこの月見団子しかなくて、この月見団子をテーブルの上に置くとさすがに大盛りすぎるんで、このお店自体を甘味どころっていう風にして、一応名物は拳団子だけど他のお菓子も売っているようにしようかなと思います。なのでテーブルの上は月餅を2つ置いて、湯飲みを置いて、これで完成にしておきます。では次は残りのスペースを埋めていきます。ちょっとだけ手前側に何か欲しいなと思うんですけど、さすがに手前の壁沿いに家具を置きすぎるとイートインスペースと厨房が目立たなくなってしまいそうだなと思ったので、両角に柱を置いておきます。はい、どうでしょうか。これだけでだいぶ満足感が出るかなと思います。であとは本当にお気持ち程度にめちゃめちゃ馴染みのいい木箱と、もう片方にあんどんを置いておきます。で片方にあんどんを置いたことによってこっちにも明かりが欲しいなと思ったので、竹のキャンドルホルダーを置いておきます。はい、これで床に置く家具は置き終わりました。ということで次は壁を埋めていきます。もう壁はメニューでいっぱいにしちゃおうかなと思ったので、色紙と額入りポスターで埋めてしまいます。はい、こんな感じになりました。壁全体をメニュー表で飾ったことによって満足感も出たし、お店感も出たかなと思います。でまださらにやりたいことがありまして、壁はだいぶ満足感が出たんですけど、たまたまやってみたらもっとその時代のお店っぽくなったので、ちょっとお見せします。はい、いつもやってる方法っちゃ方法なんですけど、このマイデザインで一周囲うことによって、はい、どうでしょうか。建物の作り的に昔っぽくなったかなと思います。結構この方法どんなジャンルの部屋でもやったりするんですけど、本当に一気にイメージが変わったりするのでおすすめです。では次はまたこのお部屋もメインの明るさは変えないけど、全体をもう少しだけ明るくしたいなと思うので、家具で隠れるところにランプを仕込ませます。で最後にスピーカーを飾ってハグの木漏れ日を流したら、これで最後のお部屋は完成です。
でしたでしょうか。今回はなんと初の江ノ島動物リフォーム動画でした。もともと家具をどんな風に使うかっていう固定概念的なものはなかったんですけど、一回決めたこだわりは貫くタイプなせいで、なんか特に最近は前にも増して頭が固くなってしまっていた気がするんですけど、和風の部屋作りを始めてから自分の中の壁を超えて新しいことに挑戦できてる気がして超楽しいです。まだまだ江ノ島の動物たちのリフォームは残ってますので、最後まで一緒に楽しんでいただけたらなと思います。そしてぜひどのお部屋が良かったかコメントで教えてください。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。